2025年7月22日、偉大なるロックスターオジー・オズボーンが永眠しました。今回は彼への追悼として、オジー・オズボーンのビートルズにまつわるエピソードを、紹介していこうと思います。オジー・オズボーンは闇の帝王の異名を持つ、伝説的ロックボーカリストで、ヘビーメタルの始祖として、後世の音楽界に多大な貢献と影響をもたらしてきました。また、破天荒なエピソードも非常に多いことでも有名ですが、実は熱心なビートルズフリークとしての一面も存在します。毎日ビートルズ。オジーの妻でマネージャーでもあるシャロン曰く、ビートルズが流れない日は存在しないとのこと。また、彼が事故や病気といった生命危機によって昏睡状態にあった際も、必ずビートルズを流すようにしていた。ビートルズとの出会い。彼がビートルズと出会ったのは14歳の頃、ラジオから流れてきたビートルズの She Loves You に強い衝撃を受ける。オジーは後に、目覚めるとモノクロだった世界に色がついていたような感覚だったと10回。オジーはこの出来事をきっかけにミュージシャンを志すようになった。ビートルズのレコード。1982年、オジーはインタビューにて、初めて手にしたレコードは何なのかを質問された際、Love Me Do と回答。ちなみにそのレコードは万引きしたものだったとのこと。初めて購入したレコード。学校を中退し、工場作業員になったオジーは、報酬としてもらった小切手を使用して With the Beatles を購入。その後自宅に戻ったオジーはジョンとポールのハーモニーに魅了され、何度もアルバムをリフレイン。結果としてビートルズにさらにのめり込んでいってしまった。オタ活を推し活 ?With the Beatles によって、ビートルズにどっぷりのめり込んでしまったオジー少年は、彼らの新作が発売されるたび、先頭を切ってレコード店に並んだり、写真、ポスター、カードなど彼らの名が記されたグッズを、大量に収集してそれらで部屋を装飾したりと、フリークっぷりが日に日に悪化。モーツァルト。オジー曰く、ビートルズは自分たちの時代のモーツァルト、ビートロックからサイケデリックロックという、目まぐるしく音楽性が変化していったにもかかわらず、ジョンとポールが作り上げる極上のメロディーのおかげで、自分たちはたやすく変化を受け入れることができたとのこと。メロディアス。オジー・オズボーンの楽曲の特徴として挙がるのが、メロディアスが挙げられる。これについてオジーは、ビートルズからの影響であると回答。また、ペニー・レインを聴くたびに、メロディアスさの重要性を再確認させられるとのこと。ビートルズ嫌い、それすなわち。セックスピストルズのスティーブ・ジョーンズから、俺はビートルズが大嫌いだと面と向かって言い放たれる。その際オジーはその発言に対して、俺は空気が大嫌いだと言っているようなものだと反論。ついに対面。ブラックサバスの脱退やソロでの成功を収めたオジーは、ついにポール・マッカートニーと対面することに成功。オジー曰くキリスト様に会ったみたい。ちなみに緊張で一言も喋ることができなくなったらしい。グラミー賞。オジーはグラミー賞授賞式にて、リンゴスターを紹介するという大役を仰せ使って、オジーはバンドメンバーと共に登壇し、紹介を始めたものの、彼の口から出る言葉すべて尻滅裂。オジーはこの件に関して、客席にポール・マッカートニーと小野陽子がいたことに気づき、緊張のあまり、セリフがすべて飛んでしまったとのこと。ポールへの愛。オジーは公の場でたびたび愛を表明するほど、ポール・マッカートニーに首ったけ、ビートルズの音楽と出会って間もない頃、自分の姉がポールと結婚して、彼が自分の兄貴になることをずっと妄想していたと10回。そして、ポールは自分より長生きしてほしいとも発言している。理由としては、ポールの訃報は絶対に聞きたくないからとのこと。ポールとレコーディング？オジーはソロ曲ドリーマーを制作中。レコーディングエンジニアより、ベースをポールが担当すると伝えられ、狂気乱舞。しかし、ポールはすでに録音されたベースプレイを、超えるような演奏はできないと録音を辞退した。それを知ったオジーはエンジニアに激怒し、ひどく落胆。この件について彼は、元の演奏なんてどうだっていい。適当な演奏でもよかったからポールと共演したという事実が欲しかった。そう悲痛に10回した。ジョン・レノン。ポールに関するエピソードの多いオジー。しかしバンドメイトのザック・ワイルド曰く、オジーはジョン・レノン外だったとのこと。オジー自身もジョン・レノンは俺の神と発言しており、素晴らしいメロディーにヘビーメタルなメッセージを載せた第一人者であり、それが自分の目を覚まさせる大きなきっかけとなったと話している。唯一の公式カバー。オジーはカバーアルバムにて、ビートルズの In My Life を録音。これはオジーが初めて公式カバーしたビートルズソングであるとともに、生涯で唯一公式カバーしたビートルズソングになった。ドリームバンド。オジーはメタル雑誌テネーシャス D の企画で、自身が考える最強のバンドメンバーを選出した。ギター担当はジョン・レノンとジミ・ヘンドリックス。ベーシストはもちろんポール・マッカートニー。
そしてボーカリストには自身を選出した。しかしこの回答に対してドラマが合えないことをインタビュアーに突っ込まれる。5人目のビートルズ ?2013 年の YouTube に、オジーがビートルズと共にツイスト&シャウトを歌うという、衝撃的な動画が投稿された。もちろん合成映像ではあるものの、どうやらファンメイドの作品ではなく、オジーのライブの幕間映像として使用された、公式映像である。葬儀。オジーは NME 氏の取材にて、自分の葬儀についてこんな希望を話していた。いずれじっくり考える必要はあるが、おそらくサージェント・ペパーズ、あるいはリボルバーの収録曲を希望するに違いない。その後オジーは、自分の曲は恥ずかしいから嫌だとオチをつけてくれた。オジーのビートルズ関係のエピソード紹介はこれにて以上です。もちろん他にもまだまだエピソードは存在しますし、時期によってエピソードの内容が若干違っていたりもします。しかし、これらのエピソードで、彼がいかにビートルズに恋をしていかに救いになっていたのかを、ご理解いただけただろうと思います。最後にオジーが生前選んだビートルズソングトップ10を紹介して、この動画を締めたいと思います。第10位、ザ・ロング&ウィンディング・ロード。オジーはこの曲について、イギリスの冬を思い出す。ポールの悲痛な声が聞こえて悲しくなる。そう表現しています。第9位、ストロベリー・フィールズ・フォーエバー。この曲について、思い出の曲であり、日常に深く浸透した曲だと語っています。第8位、サムシング。自分含め、ブラックサバスのメンバーはこの曲が大好きで、辛いバンドの下積み時代をこの曲がずっと寄り添ってくれてた。オジーはそう語っています。第7位、エリナー・リグビー。なぜだかわからないがこの曲を聴くたび気分が良くなる。オジーはそう述べていました。第6位、ヘルプ。この曲でアルバムのオープニングトラックの重要性に気づかされたと10回。そしてそのアイデアはブラックサバスやソロ作品でも、十二分に活用されました。第5位、ヘイジュード。この曲はオジーが選ぶ史上最高の楽曲10曲にも選出されています。第4位、A Day in the Life。オジーはビートルズが目の前でこの曲を演奏してくれることを、ずっと夢見ていました。第3位、I Am the Walrus。オジーはこの曲を例に、ポールはゲッティングベタータイプ、ジョン・ワイット区分とゲットマッチワースのタイプだと分析しました。第2位、I Want to Hold Your Hand。この曲が発表された当時のオジーは、ビートルズフリークっぷりがより激しくなっていた時期だったため、この作品に特別な思い入れが存在することが容易に想像できます。第1位、She Loves You。オジーがビートルズの存在を知ったきっかけでもあり、彼らのファンになったきっかけ、そして、ミュージシャンを志すきっかけになったため、この曲はもはや約束された1位ですね。以上でオジーが選ぶビートルズソングの紹介は終わります。最後になりますがオジーは自分のことをこう言いました。俺は二重人格だ。ミュージシャンとしてのオジー・オズボーン。一人の人間としてのオジー・オズボーン。それぞれ別人だ。この発言を踏まえた上で私は、過酷な少年期を過ごしたオジーにミュージシャンとしての人格を与えたのは、ビートルズに間違いはないと思います。しかし波乱万丈のミュージシャン人生の中で、彼一人の人間としての癒しを与えてくれたのも、孫うことなきビートルズだったと考えています。これにてこの動画は以上です。皆様ご視聴ありがとうございました。そして、さようならオジー。ありがとうオジー。